はいどうも、ストックロックです。今日はですね、コメリさんから提供していただきましたウーバーマンシリーズ新型インパクトドライバー UB18VID2、 こちらの商品を紹介していきたいと思います。ウーバーマンシリーズは以前インパクトレンチを紹介したことがあるんですけど、今回でね2機種目っていうことになります。で、今回はインパクトドライバーということで、実はちょっとこっちの方が楽しみで、しかもなんかもうパッケージからしてめちゃくちゃかっこよさがプンプンしてるんですけど、裏面にはね製品自体がもう載ってるんですけど、見た目もめっちゃかっこいい感じなんでかなり期待してます。で、以前からねインパクトドライバーはウーバーマンシリーズにあったんですけど、今回この軸ブレ軽減ツインボールベアリングっていうことで、以前よりね 30% 軸ブレが軽減してるみたいなんですよね。この辺りをね今回紹介できればなと思ってますので、詳しく見ていきたいと思います。いや、このウーバーマンシリーズ前回すごく良かったので、このインパクトもねかなりいいんじゃないかなと思ってるんですけど、で見た目がねマジで俺好み。よいしょ、はい、よいしょ。はい、ということで早速開けていきたいと思います。外側にまずこの小物入れがあるんですね。はい、こんな感じでございます。なんか以前とちょっと似てるかな。ビットなんかも入るし、ちょっと真ん中は深さがあるような感じになっていて、結構いろいろ収められそうな感じの形状になってます。これ前のインパクトレンチの時にもこのサイド小物入れがあったんですけど、これ結構便利ですよね。実際に開けていきたいと思います。オープン。おー、来たー、来ましたね。こんな感じになっております。墨出し機のケースのようなかなりふかふかしたスポンジに包まれてますけど、実際製品が入ってるのはこっちの下側ですね。まず出てきたのは説明書。今回提供していただいたのは本体とバッテリー2個、あとプラス充電器ですね。これらがセットになったフルセットのものを提供していただいております。はい、ということで充電器、これは前と一緒の充電器になるかなと思います。あとバッテリーですね。バッテリーが2つ付属してます。18V5.0Ah のバッテリーが2つ、カバーもついてるし、逆側にはね残量表示もありますね。プチッと押したら光るタイプですね。それとベルトを引っ掛けられるような金具ですね。これは本体にネジで取り付けるような感じになるのかな。あとビット、黒いビットですね。両頭のビットが1本付属されております。はい、ということでいよいよメインの本体ですね。こちらがコメリさんのウーバーマンシリーズ新型のインパクトドライバー本体になります。めちゃめちゃかっこよくないですか。黒ベースで、赤色がね、ウーバーマンシリーズの特徴なんですけど、今回はね本当にこの赤色が少なく使われていて、ちょっとメタルチックな感じになってますね。黒ベースで赤の差し色が使われている、そんな感じのイメージですかね。めちゃくちゃかっこいいと思います。で、操作パネルはこんな感じですね。この辺りはね後ほど詳しくやっていきたいと思います。はい、ということで入ってるものは以上になります。早速ねバッテリーを充電して、こちらの新型インパクトドライバーを動かしながら機能の説明をしていきたいと思います。はい、ではまずは充電ですね。電源ケーブルをコンセントに挿します。ザクッと。この下にある部分がね大きなインジケーターになってまして、電源を挿したら赤く点灯します。これ通電してるよっていう合図ですね。で、充電中は緑の点滅、充電完了は緑の点灯と。で、黄色が電池パックの冷却中、赤の点滅が電池パック故障っていうような形になっております。こちらの充電器ウーバーマンシリーズ専用の急速充電器になるんですが、ファンもついてますんでかなりね安全性は高いものになってますね。では早速バッテリーを挿していきたいと思うんですが、これ前にも説明したんですけど、このね周りがねちょっとゴム製になってて、かなりね堅牢な作りになっております。もうこの辺りはねさすがプロモデルっていったところでしょうかね。で、先ほどちらっとお見せしましたが、こちらにバッテリーの残量表示があると。これ押すことで確認ができます。今ちょっとね見づらいですけど、ということでこちらからザクッと刺すような感じですね。こっち側から刺すとこの端子カバーがカパンと開きますので、手で開けてもいいんですけど、開けた状態でそのまま差し込むとガシャッと。そうすると電子音とともに緑のランプの点滅になりますので、これで充電が開始となります。で、あとは充電が完了するとまた電子音とともにこの緑の点滅が緑の点灯、緑のランプがつきっぱなしの状態になりますので、それで充電が完了ということになります。ということで充電が完了しましたので、早速本体の方にねバッテリーを取り付けて見ていきたいと思います。ガシャッと。うわ、いい感じですね。特筆すべきはここの長さ。
なんと 113.5mm ってことでかなり短いねこのヘッド部分になってます。狭い場所でも容易に頭が入りますので本当に作業性を考えてくれた構造になっております。この辺りは当然なんですけど、本家はねブラシレスモーター搭載ですね。ちょっと早速回してみましょうか。おうおうおう、あ、いい感じですね。はい、ということで昨日の説明をしていきます。今回紹介しているインパクトドライバーはコメリさんのウーバーマンシリーズ UB18VID2BFS っていうモデルになります。セットになっていた電池パックは 5.0Ah のものなんですが 2.5Ah の別売りのバッテリーパックも販売されております。で今回これ新しいモデルってことなんですけど、発売日はね2024年の2月22日ってことで222の日ですね。なのでまだ発売してから1ヶ月ちょっとっていうね新しい製品になります。で 18V のインパクトドライバーになってまして、トルクはね4段階から調節することが可能です。まず一番マックス最速ですね。マックスの状態にすると 185Nm で強の状態が 180Nm で中が 50Nm 弱が 20Nm とこの4段階から締め付けトルクは選択することが可能です。で無負荷回転数マックスの状態で0から 3600rpm 強で0から3200中で0から2100弱で0から1100っていう感じになっております。でそれぞれね0からってなってるのは当然トリガー部分が無段階変速になってますので握る力によってね回転数が変わるっていう感じになります。ということで次は本体をね詳しく見ていきたいと思います。でこっちがね以前紹介したウーバーマンシリーズのインパクトレンチですね。こんな感じで赤がベースで黒が差し色として使われているようなデザインになってましたが、今回の新モデルは黒をベースとして赤が差し色として使われている、そんな感じですね。この赤い部分なんですけどちょっとメタリック調になっていて、材質が他と違うというか、ツルツルした感じで中にメタリックが施されているような感じでちょっとピカピカ光って見えてかっこいい感じになってます。ちなみに以前のインパクトレンチはここがねグレーっていうか、ガンメタみたいになっててピカピカ光るようなデザインになっておりました。こうやって並べてみると、やっぱりインパクトドライバーなんでインパクトレンチよりかなりちっちゃく感じますね。ヘッドの長さもそうなんですけどかなりコンパクトになっていて、この太さなんかもね一回りぐらいはちっちゃくなってるかなっていう印象です。で持った感じも圧倒的にこっちの方が軽いですね。今ねこっち先っぽついちゃってますけどね、それにしてもちょっとこっちの方が軽いかなと思います。ではねまずねこのビット付属のビット、この両頭ビットを差し込んでみたいと思います。カチャッと。でこれね差し込むだけでこうやってロックされますんで、抜く時だけ引っ張って抜き取ると。なので取り付けはね非常に簡単です。本当に刺すだけ。はい。今はね結構当たり前の仕様にはなってるんですけど、これねあるのとないのとでかなり違うのでピッと取って新しいのにすぐサクンと付け替えると、こんな感じで使えていいのかなと思います。でここ晴天逆転のスイッチが親指と人差し指の部分にあります。人差し指側を押すと晴天しますね。で逆に親指側こっちを押し込むと逆転します。でこのレバーを真ん中の状態にするとトリガーが引けなくなります。はい、これで安全ロックですね。で今ね見ていただきましたけど動作させるとここの LED が明るく光ります。でこの LED なんですけど明るさオフから弱中強とこの3段階で選ぶことが可能です。でこの3段階の調整はこの操作パネルのライトのボタンですね、この真ん中のボタンで選択することが可能になります。なのでオフにした状態だと回しても光らないですね。弱の状態にするとこの状態で光るようになる、そんな感じの切り替えになってます。続いて打撃ですね。今4つランプが点灯してますけど、これが今マックスの185ニュートンの状態ですね。これは押すごとにランプが1個ずつ減っていくような感じになります。マックス、強、中、弱、こんな感じですね。まずねマックスの状態、続いて強で中で弱、こんな感じで4段階から選ぶことが可能です。でプラスこのトリガーも無段階変速になってますのでちょっと回すとはいっていう感じでとろ火状態での運転も可能になってます。でもう一つここにねもう1個ボタンがあるんですよね。はい、この赤い部分ですね。ここオートストップモードになってます。これはね逆転の状態にしてもらって
この状態でボタンを押すことでオンにできます。今ランプ光りましたね。オンオフオンオフで、これでオートストップになりますんで、逆転の状態でトリガーを引いても一定時間で止まるようになります。ではやってみます。ちなみにオートストップを切ると、はい、握ってる間ずっと回ります。でこのオートストップモードは記憶されますね。一回晴天にします。晴天にして回します。でまた逆転にしてもオートストップがオンの状態のままっていう感じになります。逆にこれオフにしておくと、一回晴天を回しても逆転にした時もオフの状態のままということで、使い方は以上になります。次は今回のインパクトドライバーで一番大きな改善点になっている軸ブレ軽減について見ていきたいと思います。今回の新しいインパクトドライバーはツインボールベアリングっていうものを採用してまして、以前のウーバーマンシリーズインパクトドライバーより約 30% 軸ブレ軽減になっているそうです。ちょっと手持ちの機種だけで申し訳ないんですけど、どれぐらい軸ブレがしないのか確かめてみたいと思います。でこちらのねちょっと長めのビットを使って試してみたいと思いますので、強さはね全部マックスの状態で比較していきたいと思います。ただしこいつこの両尾だけ 14.4V なんで、他の2機種よりはパワーがちょっと劣ってますね。なのでこいつが一番軸ブレしにくい、しづらい環境にあるんじゃないかなっていう気はしますけど、実際にね見てみたいと思います。じゃあまずウーバーマンからいきます。続いて中華製のインパクトドライバー。続いて両尾の 14.4V。最後にもう一回ウーバーマン。ウーバーマン中華両尾、ウーバーマン中華両尾、ウーバーマン両尾、ウーバーマン両尾。すごいね。まさかこの 14.4V の両尾さんにも勝てるとは思わなかったんですけど、ということで一番優秀なのはこのウーバーマンシリーズのインパクトレンチが一番軸ブレがしなかったです。次はねビスを打ってみたり穴を開けてみたり、実際に使用感の違いっていうのをねちょっと体感してみたいと思います。ということで 2x4 材にこの 75mm のコーススレッドを打ち込んでみたいと思います。実際ねこのカムアウトしづらくなってるのかどうかっていうところで、はい行ってみます。おおちょっと待った何このパワー、ちょっとビビったんですけど今もう一回いきます。うおーちょっと待って、マジで速くね。ちょっとねいつも自分が使ってるこのインパクトで打ってみたいと思います。かなり速えな。いきます。このスピードに慣れてたんですけど、ちょっとこのウーバーマンやばいっすね。めっちゃ速え。じゃあいきます。めっちゃ速くないっすかこれこれ打ち込みすぎちゃうな。もう一回打ちます。速いね。もう一回打ちます。あ、ちょっと慣れてきたかな。ちなみに両尾のインパクト平和的。ウーバーマンシリーズについているこのビットがちょっとおまけみたいなもんなんで、それよりやっぱりいつも使ってるベッセルさんのビットの方が正直カムアウトはしづらいのかなっていうふうに思うんで、ちょっとこっちで打ってみます。あ、もう最高。あ、めちゃくちゃいい。ウーバーマン中華両尾、ウーバーマン中華両尾。完全にねちょっとこいつが覇権を握りましたね。では次ねビスを抜いていこうと思うんですけど、普通に抜くのはね全然問題ないですよね。はい、オートストップをオンにした状態でどういう風な感じで 75mm のコーススレッドが抜けてくれるのかやってみます。2回で抜けてくるって感じですかね。ちょっとこれ
打ちすぎちゃってるので綺麗に一旦打ち込んでみて、はい、こんな感じですかね。はい、スラの状態で打ち込みました。これでオートストップで1回2回、はい、2回でこんな感じ。2回トリガーを引いて5センチぐらい出てくるって感じですかね。実際これねもう抜けてるんです、ほとんど。はい、こんな感じでちょうどいいかなっていう感じしますけどね。この辺りもね全く問題ないかなと思います。で今ね打撃マックスで打ったんですけど、1段階下げて180ニュートンだったかな、その状態で打ち込んでみたいと思います。自分みたいにハイパワーに慣れてない人は3番の強ですね。この状態の方が若干打ちやすくなるかなっていう感じがしますね。だからこの185ニュートンと180ニュートンとこの微妙な差で1段階作ったのかもしれないですね。確かにこっちの方が打ち込みやすい気はする。カムアウトしづらいというか、こっちの方が慣れてる感はありますね。でこの逆転の状態でも打撃のね4段階のスイッチっていうのは有効なので、こんな感じでゆっくり抜くことは可能です。マックスで抜くとね、こんな感じですぐ抜けちゃいますんで、これ弱い状態でオートストップもできるのかな。打撃は2の状態でオートストップオンですね。これで抜いてみます。なるほど。打撃マックスの状態でオートストップ。打撃変えたらオートストップ解除されるんだ。なるほど。これでオンにしてもう一回やります。この打撃スイッチは逆転の時にも可変することができるんで、この辺りもね調整してあげるとより使いやすくなるかもしれませんね。軸ブレのカムアウトではなくて打撃で上に弾かれてカムアウトしちゃうみたいな状態しかないと思うんで、自分がしっかり真下に向かってね抑えてあげれば全く問題ないかなと思います。いや全く問題ないどころかね、本当にすごいよこれ。これはちょっとねうちの子たちでは全く歯が立たないですね。この黄色も緑も全然ダメでした。こいつがナンバーワンでございます。はい、次はね穴開けをしてみたいと思います。 12mm のこちらのビットを使って 2x4 材に穴開けしてみます。ちょっとなんかね石膏ボードの粉ついちゃってるけどいいやということで行ってみます。そりゃ余裕ですよね。全然パワー問題ない。今まで使ってた黄色いやつやってみます。このスピードの違い分かりますかね。もう一回ウーバーマンでやりますね。今実際ね刃のここまで入れるようにしてたんですけど、もう体感的にも全然スピードが違いますね。こっちの方が明らかにパワーがあってまっすぐ入っていくし作業性が上ですね。全然違うマジで。自分の場合はねちょっと比較対象がしょぼいっていうのはあるんだけど、今のところ何にも洗わないかなっていう気はしますね。はい、ということで総評に移りたいと思います。まずね結果なんですけれどもめちゃくちゃいいです。マジでめちゃくちゃいい。で良かった点なんですけど、まずね軸ブレがね本当にない。皆無と言っていいほど少なくなってました。これ見てください。これほとんど無ブレですよね。軸ブレ 30% 低減っていうのは本当にあながち嘘じゃないんだなと思いました。正直ね前どれぐらいブレてたのかはわからないんですけど、これだとねさすがに満足できるんじゃないかなっていう仕上がりですね。あともう1点、この以前のレッドカラーからブラックのカラーにね今回モデルチェンジしたっていうことでかなりね洗練されてかっこいい感じになったかなと思います。この前の赤いモデルも自分はかなり好きだったんですけど、要するにね赤と黒の組み合わせ自分好きなんですよね。ちょっと刺さる色なんですけど、今回はさらになんか引き締まった感じがして、この赤いメタリックがまたかっこいいですよね。ということで軸ブレがなくなった、見た目も良くなった、あともう一つグリップなんですよね。細さはそこまで変わんないかなっていう感じするんですけど、ちょっとこのゴムの質が変わったのか新しいタイプの方がね握りやすいんですよね。なんて言うんだろう、手に吸着するというか吸い付くというか、
この辺りもね結構手に馴染む感じに変わってきたなって思います。で防水規格の方も IPX5 っていうことなので、雨なんかだとね全然大丈夫です。直接ジャーっと高圧洗浄機とかで水をかけちゃうとさすがにまずいんですけど、激しい雨なんかには全然対応できちゃう防水性能っていうのも一つのポイントかなと思います。ということで本当にねオートストップも使い勝手がいいですし、あと LED ライトも非常に明るいですし、打撃に関してはもう本当に力強くてマックスで使うのはちょっとためらっちゃうぐらいのかなりの強さを誇ってるんで、これで満足できない人っていないんじゃないかなってぐらい本当にね高性能でした。でもちろん今回のバッテリーも以前のバッテリーと同じものを使ってますので、過去のウーバーマンシリーズ他の機種でもこのバッテリーはね共用で使えますので、そのあたりもねこのウーバーマンシリーズ揃える上でバッテリー買わなくていいやとかね、バッテリーだけ買いたいとかそういった使い方ができると思うのですごくいいなと思いますね。なので他のシリーズもね含めてこのウーバーマンシリーズで揃えていくっていうのは結構いい選択肢になるんじゃないかなと思います。でちなみに今回のこちらのインパクトドライバーの価格なんですけど、まず本体のみだと 17,800 円ですね。で今回のようなバッテリーと充電器のセットになると 39,800 円っていう価格帯でございます。もちろんねこの価格帯だけを見るとプロ用だなっていう価格帯なんですけど、他のマキタとか日立よりはね価格抑えられてますんで結構買いやすい商品なのかなと思います。気になる方はね実際にコメリさんの店頭に行って触ってみるといいと思います。で触ってみると多分こうやってカメラ越しで見るより実物握ってみた方がしっくりくると思いますし、この 113.5mm っていうヘッドの大きさも体感できていいのかなと思います。多分カメラ越しで見るより実物で見た方がかっこいいんで、ぜひともコメリさんのね実店舗に行って見てみてください。最後にね1点だけ残念だったというか、強いて言うならばなんですけれども、このね付属のビットですね、いや全然悪いものじゃないんですよ。中華製のものと比べると全然いいものなんですが、それよりやっぱりねこのベッセルさんのビットとか今回使いましたけど、やっぱりこのビットメーカーのものの方がいいので、あくまでおまけって考えてもらった方がいいかなと思います。ただ付属品としておまけとしてついてる分に関しては非常にいいものがついてたので、そこは全然文句はないんですけど、なので強いて言えばっていうところでございます。はい、ということで総評の結果はめちゃくちゃいいっていう結果になりました。これはねぜひとも皆さん1回はね手に取って使ってみてください。本当に良さがね体感できるかなと思います。また概要欄の方に商品のリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。